まるっと田んぼ第7弾ですね。パート61から70までの建築を振り返っていきたいと思います。まずは本丸御殿の玄関前を抜けて台所棟に向かいます。パート61では馬屋を作りました。台所棟の前にはお馬さんを飼っていた今でいう厩舎がありました。本丸内にある厩舎は全国でも大変珍しいものだそうで、こんな感じでね、馬房が並んでいます。松本という場所は古くから馬の名産地だったそうで、お城の偉い人たちがお馬さんをめでるために本丸の中にも厩舎を建てていたのかもしれませんね。パート61で作った馬屋でした。パート62では多聞櫓を作りました。多聞櫓はパート63で作ったこの裏門から本丸の東側を覆う形で本丸の表玄関黒門までつながっています。ここが多聞櫓の入り口です。入り口部分は折れ回り櫓になっています。松本城の多聞櫓は資料があまり残っていないので、今回は姫路城の折れ回り櫓、彦根城の多聞櫓を参考に再現しています。石落としや狭間もある防御用の櫓ですね。この長い廊下を抜けていくと黒門につながっています。多聞櫓の途中にある扉は本丸御殿の番所の前につながっていますね。パート63では本丸の表玄関黒門を作りました。松本城の黒門は櫓門に2つの櫓が組み合わされた形で作られています。多聞櫓からはこの東側の櫓から櫓門に入ることができます。本丸防衛の要となる門ですね。黒門正面は枡形小口と呼ばれる防衛施設になっています。ここで寄せ手を足止めして防衛する、そんな場所ですね。格式高い黒の名を冠したこの櫓門が本丸への正式な入り口です。目の前には番所もあり、ここでね、訪問者のチェックをしていたんでしょうね。今はこの場所にチケット売り場があります。ここでチケットを買って本丸に入場する。今も昔も変わらない形ですね。城内に戻りましょう。パート64では庭園を作りました。まるっと田んぼ第6弾では殺風景だったこの書院前ですが、庭ができることでより御殿らしくなりましたね。書院前には池がある庭園を作りました。池を見ながら一句とか昔の方はしていたんですかね。奥御殿には枯山水の庭を作りました。そしてもう一つ、築城主石川康長が加藤清正公に名馬を贈ったと言われている小松なぎの桜が奥御殿の庭にあります。パート65は矢場を作る。渦見門を抜けたこの場所に弓の練習ができる矢場と馬の練習をする馬場を作りました。
弓矢の的が置いてある安土と呼ばれる場所が古地図に残っていたので、この安土を基準に矢場を作っています。このままだと矢が当たったかどうか分かりにくいので、トラップ弾を置くと反応する仕掛けがある弓の練習場にしています。こんな感じですね。当時の弓を練習する場所には、弓を打つ人のフォームを確認する場所がこのすぐ横にあったそうですね。渦見門を抜けた先にパート66で作った渦見橋があります。渦見橋がある場所には当時芦田塀という塀が建てられていました。この朱色の渦見橋は昭和になってから建造された橋ですね。不思議とマッチしているので築城当時にはなかったものですが、今回は渦見橋を作ることにしています。当時はここに建てられていた芦田塀を境に外堀と内堀が分けられていたそうです。芦田塀はもう一箇所あるので、そちらで再現していく予定ですが、ここからの天守をね背景にした橋の雰囲気がとてもいいので、昭和に入ってからの建造物ではありますが、パート66では渦見橋を作りました。パート67からは今年に入ってからの建築ですね。二の丸最初の建築となったのは若宮八幡です。こちらは松本神社に移築されている若宮八幡をモデルに再現しています。拝殿内部にはネザーゲートがあります。ネザーから来た際はこちらから出ることになりますね。裏側には本殿があります。本殿も2社とも移築されていて、今も現存しているものがあります。移築された本殿の一つは松本神社にあります。本殿も松本神社をモデルに今回は再現しています。パート68、69、70、この3回を使って二の丸御殿の建築をしてきました。68は基礎、69が外装、70で屋根を作ってきましたね。動画が直近なので、今回は動画では収まらなかった二の丸御殿の内装を紹介していきましょう。まずは入って正面が玄関ですね。この左側部分が広間です。この玄関の右側の部屋ですね。この部屋は槍の間です。槍の間の外側、イルカワから外に出ると内玄関につながっていますね。もう一つ槍の間からつながっている部屋があります。ここには家臣と呼ばれる武士が詰めていた御徒番所があります。この玄関の正面から廊下が続いています。この先には書院がありますね。槍の間から続く部屋は小姓と呼ばれる武士が詰めていた番所と、その次の間があります。藩主の日常生活の取り次ぎをしていた武士が小姓と呼ばれていました。ここから外が見えるのですが、まだ外はね何も作っていませんね。小姓番所を抜けると書院に続く内玄関があります。
ここを抜けると書院の三の間ですね。三の間があって次の間と書院が続いています。二の丸御殿の書院は明かり床がある書院です。ここの廊下を抜けていくと奥御殿につながっています。この脇にある扉ですね。この扉を抜けていくと内玄関につながっていますね。細い廊下を抜けていきましょう。ここから奥御殿を見ることができます。奥御殿の三の間ですね。次の間を抜けた先、今の隣の部屋が寝所になりますね。寝所を抜けてイルカワから南戸につながっています。ここの南戸はこのイルカワからしか来ることができません。この外は中庭になっていますね。以上が奥御殿の部屋になります。寝所の脇のイルカワを抜けていくと湯殿につながる廊下に出ます。ここにはね小部屋があるんですが、この隣、ここが接近ですね。でここが湯殿になります。ここの作り方は結構詳しくご紹介しているので、パート70をご覧いただければなと思います。湯殿から一度中庭に抜けると奥屋敷に行くことができます。奥屋敷の一番西側の部屋、この部屋は年寄りの部屋ですね。次の間と年寄りの部屋があります。奥屋敷は年寄りと呼ばれるような役人の部屋が多いですね。この扉から外に出ると接近があります。ここの部屋は年寄りの物書き部屋ですね。その隣にはこれまた重役の元サビ部屋があります。ここにも物書き部屋がありますね。もう一つここに部屋があるんですが、この部屋を抜けると裏門に続く番所があります。ここが裏門の番所ですね。廊下をまっすぐ進んでいくと、ここに下役所があります。ここが井戸のある中庭ですね。ここにも入り口があります。この入り口を抜けて内玄関まで戻りたいと思います。内玄関から入って右手には炭部屋があります。
ここに炭を保存していたようですね。廊下を抜けて奥御殿の三の間に行きます。奥御殿の三の間、この北側には側近の近習と呼ばれる武士が詰める番所があります。こちら側から台所につながっていますね。台所からこの扉を抜けて、この板の間の廊下に抜けると、ここからまた三の間につながっています。この廊下には小部屋が2つあるんですが、この小部屋の前を抜けていくと土間に出ます。ここにはかまどがありますね。煙出しにつながっている大きなかまどがあった場所です。ここのチェストには火をつける用の火打ち石と火を消すためのスコップやバケツが置いてあります。こうやって煙出しに煙が出ていくような、そんな形で作っています。土間からこの扉を抜けると、草履と入り部屋から外に出ることができます。この隣の扉は家具部屋ですね。家具が保管されていた部屋です。こちらにもかまどがあります。ここのかまどの煙はこの窓から外に逃がしていたようですね。土間には水盤があります。料理に使う水が溜められていました。外に出るとすぐそばには内井戸があります。竹缶で外井戸とつながっている内井戸ですね。外井戸は水が湧いている、そんな形にしています。中庭にあるこの小屋は接近ですね。台所棟に戻って、最後は台所棟から奥屋敷につながる通路にある物置とまかない所を紹介します。この台所の先は物置部屋になっています。こちらにも物置部屋があります。まかない所ですね。まかない所からイルカワを抜けると奥屋敷につながっています。この奥屋敷の元サビ部屋の前、ここには使用人の部屋がありました。この使用人の部屋も奥を抜けていくと中庭につながっています。これで二の丸御殿の全部の部屋をご紹介できましたね。まるっと探訪第7弾いかがだったでしょうか。
本丸の再現とこの二の丸御殿を作るところまでこのシリーズでは再現してきました。次回以降はこの二の丸御殿の周りを整備して二の丸エリアのね他の建物も建てていく予定です。まだもう少し松本城の再現が続いていきますが、最後までお付き合いいただければと思います。メンバーシップでは天守や御殿の設計図、レムルズでのマップ公開などもしていますので、よかったらそちらもご参加ください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。